鳥居強右衛門の最後。どうする家康に学ぶ日本史。援軍が来るぞと叫び続けて逆さ貼り付けにされた男。逆さ貼り付けにされた鳥居強右衛門は槍で串刺しにされるのも厭わずに、仲間に援軍が来るぞと叫び続けて絶命した。鳥居強右衛門の最後を詳しく見ていこう。鳥居強右衛門は奥平信正の家臣であったと言われているが、詳しい経歴などは不明である。1575年天正3年4月、武田勝頼は三河方面の徳川家康領に侵攻を開始する。家康の同盟者の織田信長が石山本願寺を攻撃していたが、本願寺と信長包囲網を形成していた武田軍が歩調を合わせたと考えられる。家康の嫡男信康のお膝元の岡崎では、岡崎町奉行の大岡弥四郎が勝頼と通じて謀反を起こそうと画策した事件が発覚するなど、家康家臣団は動揺していた。武田軍は野田城を落城させると、家康のこもる吉田城を包囲しながら城下を焼き払い、長篠城に迫った。そして5月1日には奥平信正の守る長篠城を取り囲んだ。奥平信正は家康の長女亀姫との婚姻が決まり、父の奥平貞義と武田方から徳川方へ寝返った人物である。交通の要衝でもあった長篠城を包囲した勝頼には、裏切った奥平氏を見せしめにする目的もあったのである。長篠城は神佐川と大野川に囲まれた天然の要害であったが、武田勝頼は長篠城を1万5,000の兵士で取り囲んだ。長篠城のわずか500人の奥平軍は武田軍の連日の猛攻によく耐えたが、兵糧や弾薬を消失して、あと数日で全滅する状況に追い込まれる。徳川方に援軍を求める使者に地元の地理をよく知る鳥居強右衛門が選ばれる。36歳の鳥居強右衛門はこの時まだ奥平家の直臣ではなく陪臣だったと言われている。地元出身者の強右衛門は川に通じる水路から抜け出して岡崎城にいた家康のもとにたどり着いた。家康は8,000の徳川軍と間もなく駆けつける3万の織田軍が必ず長篠城の救援に向かうことを強右衛門に約束する。歓喜雀躍した強右衛門は喜びを仲間に伝えようと長篠城への帰路につく。ところが城門の一歩手前で武田軍に捕獲された強右衛門は武田勝頼の前に引き出される。勝頼は強右衛門に援軍は来ないと長篠城の兵士に言えば命は助けてやると約束する。長篠城の城門の前に引き出され、槍を突きつけられた強右衛門は悩んだ。しかし強右衛門を祈るような眼差しで見つめる長篠城の仲間の顔を見ると、強右衛門は決意する。間もなく38,000の援軍が駆けつけるぞと強右衛門は大声で叫び続けた。慌てた武田の兵士は強右衛門を槍で刺して逆さ貼り付けにして殺した。しかし援軍が来ることを知った奥平軍は活気づいて、武田軍は二度と長篠城を落城させることはできなかった。武田軍はその後
駆けつけた織田徳川連合軍に設楽ヶ原の合戦で惨敗して滅亡への坂を転げ落ちていくのである。鳥居強右衛門の子孫はその後家康に取り立てられ明治まで存続して現在もその子孫は続いているという。